フリルとレースでこれでもかと相らびられた独特なファッション。これってただの飾りだと思いますか？いえ、違うんです。今日はその奥に秘められた抵抗と自己表現の物語を一緒に解いていきましょう。このものすごく緻密で装飾的なファッションを見て、皆さんだったら何を思い浮かべますかね？コスプレの一種かなとか、何か特定のキャラクターなのかなとか、それともまるでお人形さんみたいだと感じますか？でも実はこのフリルの向こう側には、そう抵抗と自己定義っていうものすごく力強い哲学が隠されてるんです。さあ、今日はその魅惑的な世界に一緒に足を踏み入れてみましょう。さて、この複雑な世界をちゃんと理解するためには、まず言葉の定義から始めないといけないんですよ。というのも、ここには結構誤解が潜んでいるからなんです。よくメディアとかでゴスロリって一括りにされがちですよね。でも本来はもっと特定のスタイルを指す言葉なんです。そう、子供みたいな無垢な感じとダークでロマンチックな雰囲気を組み合わせた独特の世界観、それがゴシック&ロリータなんですよね。じゃあ、このスタイルってどうやって生まれたんでしょうか？これ、ただ誰かが思いついたってわけじゃないんですよ。1990年代の日本、いわゆる失われた10年と言われた社会的経済的な混乱の中でまさに鍛え上げられたものなんです。ルーツは80年代の原宿ホコ天のストリートファッションにあるんですけど、このスタイルを決定づけたのは何といってもビジュアル系ですね。派手なメイクとか衣装で独特の世界観を表現する音楽シーン、そしてその中から現れた一人のカリスマ的な人物、彼が全てを定義したんです。その人物こそマリス・ミザーのマナです。彼はまさにこのスタイルの建築家。設計図を描いて1999年には自分のブランドまで立ち上げて、このファッションにしっかりとした名前と哲学を与えたわけです。ここのすごく面白いところで、彼が示した道は2つあったんです。まず1つは EGL エレガントゴシックロリータ。これは永遠の少女のためのスタイルですね。無垢なだけじゃなくて残酷さとか毒も併せ持つ、誰も寄せつけないような孤高の存在。そしてもう一つが EGA エレガントゴシックアリストクラット。こっちはもっと成熟していて、性別っていう枠組み自体を超えようとする貴族的な美学なんです。つまりゴスロリの服っていうのは単なるおしゃれじゃないんです。一つ一つのパーツが全部意味を持っていて、着る人を守るためのいわば美学の鎧を形作っているんですね。例えばこのシルエット、これ自体がもう強烈のメッセージなんですよ。西洋のドレスって体の曲線を強調して、いわゆる女性らしさを見せつけますよね。でもゴスロリは真逆。体をあえて隠すことで男性からの視線にさらされるものとしての身体をきっぱりと拒絶するんです。で、個々のアイテムにも本当に深い意味が込められてるんですよ。例えば顔を覆うボンネット、これは外の世界との壁ですよね。そして有名なロッキンホースシューズ、見た目はバレエみたいで優雅なのに、肝場みたいな子供っぽさと高さがもたらす危うさも持っている。全部が計算された記号なんです。ここですごく大事なのが、生と死のモチーフが常に一緒にあるってこと。骸骨とか十字架みたいな死の象徴と、リボンやバラみたいな生の象徴が共存してる。これは闇も美しさの一部なんだって受け入れるロマン主義的な考え方を表しているんですね。この美学の鎧が守っているのは、ある意味すごく獰猛とも言える哲学なんです。そしてその哲学を世の中に一気に広めたのが、2004年の象徴的な映画「質魔物語」でした。映画の主人公桃子のこのセリフすごくないですか？人は一人で生まれ一人で死ぬ。そしてその事実はとてもすかさましい。周りに合わせるんじゃなくて孤独であることをむしろ肯定する徹底した個人主義ですよね。さらに彼女はこうも言うんです。ロココはパンクロックやアナーキズムの精神を宿しているって。こんなにフリフリで一見お嬢様みたいなスタイルが実は現代社会への反逆なんだって力強く主張してるわけです。でもただ夢見がちなだけじゃないのが彼女の哲学のすごいところ。大きな幸せをつかむためには同僚の深い悲しみを引き換えにしなければならない。自分の理想を貫くっていうのはお金の面でも社会的な面でもそれなりの代償が必要なんだってことをちゃんと分かってるんですよね。
だからここからわかるのは、ロリータっていうのは決して受け身なお人形じゃないってこと。自分が受け入れられない世界と戦うために美しさで武装する強い意志を持った都人主義者なんです。この自分で自分を作り上げるっていう力強い考え方は、多くの人の心に響いて、世界中に静かな革命を広げていくことになりました。ここで西洋のゴスとはっきり区別しておくことが大事なんです。見た目の美学は似てるところもありますけど、ルーツが全然違う。ゴスロリはファッションから始まっていて、その核にあるのはダークなだけじゃなく、日本独自の可愛いの感覚。単にキュートっていう意味じゃなくて、庇護欲をそそるようなもっと複雑な美意識と融合しているのが特徴なんです。そしてこのスタイルが世界に広がっていく中で、本当に面白い現象が起きたんです。例えばムスリムロリータ。ヒジャーブをヘッドドレスと見事に融合させて、宗教的な務み深さとファッションを両立させている。あるいは中国のカロリ。伝統衣装の漢服と組み合わさって、今や巨大なマーケットになっている。それぞれの文化と出会うことで、新しい美しさが生まれてるんですよね。形は時代とともに変わってきていますけど、可愛さで武装するっていうゴスロリのスピリットは、例えば今の地雷系みたいな日本の新しいサブカルチャーの中に確かに生き続けているんです。緻密に計算された女性的な美学を自己防衛とか自己表現のツールとして使うっていう、あの根っこの部分は変わらないんですね。ゴシック&ロリータは、ファッションが自分だけの聖域になり得るんだってことを教えてくれます。そして最後に、私たちにこんな問いを投げかけているのかもしれません。みんなと同じであることを求められるこの世界で、あなた自身が身にまとう美しくてあなただけの鎧は一体何ですか？